ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんの時間だよ。今回は、5月にこっそり変わってた、デスクトップ上での視聴環境、サバジ DA さんについて、サバジは以前、アナログ真空管アンプについて数年前にレビューしてたんだが、DA さんは、PC に USB で接続して、そのままオーディオインターフェースとして使えるアイテムだ。イメージ的にはスマホと組み合わせる最近のスティック DAC などと同じ商品なんだけど、単純に消費電力がでかいので、こいつをスティック DAC と呼びたくない。ケーブルや本体との食い合わせによっては、そもそも給電不足で動作しないし、おまけにこいつ、スマホの駆動時間を著しく縮める。なので、サイズ感もあるし、基本的にはデスクトップパソコンと組み合わせて使ってるわけだ。有機 EL のステータス表示画面と、3つのボタンがすべて、2.5mm バランスと 3.5mm の2つの出力を持ち、バランスアンバランス接続が可能だ。バランス接続時には、ES9018-92C ニツを軸にした、デュアル DAC によるパワフルな音色を聞くことができ、これが購入の決め手だった。ES9018-92C は、最近発売されるポタオデ製品では、より低燃費で扱いやすい、ES9218 や ES9219C に入れ替わってることが多いんだけど、9018は一番密閉型イヤホンのうさんくさいくらいに高明細な音色の表現力が高い気がする。最近はより新型の ES9038-92M を搭載したモデルが主流になってきていて、そちらの方が音色は自然なんだけど、このうさんくさいまでにハキハキした鳴り方は 9018-92M でしかできないんだわ。イヤホン、ケーブル側ですでにできる限りキレを高めたけど、まだあと一歩足りない。という人は、サバジ DA さんを使ってみることをお勧めする。一層ソリッドになった音色に、きっと満足できるだろうからな。さて、そんな DA さん、9000円程度で購入でき、音質にも個性がある。個人的には、より上位の DAP や DAC も聞かせてもらったし、XMOS とか旭化成などのライバル企業のものも聞いたけど、9018は一番耳に合ってると思うんだよな。解像度至上主義過激派の人にぜひ聞いてみてもらいたい。ただ、安くて音が良い商品、大体いつも何かしらオチがあるもので、この DA さんにもいくつか突っ込みどころがある。大体、この手の複数のジャックを持つ商品は、最後に接続されたイヤホンに優先的に接続が変わるんだけど、DA さんは自分でバランスとアンバランスをボタン操作で切り替えないといけない。それから、スタンバイ中にも容赦なく電力を消費して発熱する。PC の大元から電源を切ってやらないと、朝起きたらほっかほかだ。それ以外にも、曲がりなりにもポータブル可能な商品として作られたはずなのに、ボタン部分の精度が甘くて、振るとカタカタ言うので、やっぱりデスクトップオーディオ前提の商品なんだろうな。不満点は結構ある。でも、音がいい。おまけに、9000円ちょっとで購入できる、本格バランス DAC ということで、解像度重視、ソリッドな音が聞きたい。そんな人は一度触ってみる価値がある一台だと思うな。実際、僕は今のところ、デスクトップで聞くならこれが一番好きな音だ。逆に、もっとナチュラルな総合力を求めるなら、新型の ES9038-92M も近い価格帯で販売されている商品があるので、そちらを目指すのもありだぞ。説明不足で色々挙動が怪しいけど、やっぱり音がいいサバジ DA さん。しばらくは、これが当チャンネルの再生環境になりそうだ。といったところで今回はここまで。